皆さんこんにちは、ガジログです。今回ね、やってまいりましたよ。こちらになります。Xiaomi スマートバンド8 Pro の中国版になりますけども、ようやく到着しましたので、これから開封、そしてファーストインプレッションという流れでお届けしたいと思います。ということで、日本国内ではまだこの Xiaomi スマートバンド8のいわゆる無印のタイプ、まだ発売開始されていないにもかかわらず、中国ではもうプロモデルが発売されているという状況です。日本国内ではね、Xiaomi スマートバンド8いつ出るんでしょうか。このあたりはまだ何とも言えませんけども、まずこちらのモデルを実際に使ってみた上でファーストインプレッションをお届けしたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。まずディスプレイサイズは 1.74 インチのアモレットということですね。そしてヘルスケア関連は心拍数や血中酸素、ストレス測定、睡眠測定に24時間しっかり対応しています。さらにリッチでスタイリッシュな文字盤ということでね、多彩な文字盤が準備されています。加えて 50m ボースにも対応しています。そして GNSS と書いてありますが、しっかり GPS にも対応しています。加えて100種類以上のスポーツモードも入っていますね。またこの中国版に関しましては AI アシスタントに対応していまして、いわゆる Google や Amazon などの音声アシスタントには対応していません。これは中国版のみの機能ですね。NFC 対応になっていますが、日本に入ってきた場合にはこの機能は多分潰されてるんじゃないかなと思います。そして長時間のバッテリー寿命ということで、ちょうどこの下に書いてありますけども 289mAh のバッテリー容量となっていますね。ですのでスマートバンドよりもちょっと多め、スマートウォッチよりも少なめといったようなバッテリー容量になっています。ではパッケージの内容を見てみたいと思います。入っていましたのはこちらの内容になります。この本体がですね、実はこのバンドが外されている状態でここに入っていました。そして本体のみでここにね入っていました。そしてマグネット式の充電ケーブルになっていまして、こういった専用のものが同梱されています。加えて使用説明書ということで中国語のみの記載となっています。ということでこちらの本体の外観を見てみたいと思いますけども、いかがでしょうか。めちゃめちゃ高級感があるんですけど、黒光りというかガンメタの塗装がされているんですけどもね、めちゃめちゃ高級感がありますね。でしかもですね、こう横から見ていただきますとフラットのディスプレイになっていることがわかります。ラウンド型になっているディスプレイもありますが、これはフラットはフラットですごくかっこいいなと思いました。そしてですね、この右側のサイドにちょっと見づらいんですけども、これは Xiaomi の AI 用のマイクになっています。ですので Bluetooth 通話には対応していませんので、あくまでも Xiaomi AI 用のマイクということになりますね。そしてこのモデルにはサイドボタンは搭載されていません。反対側にも一切ボタン類などはありませんので、全てタッチパネルで操作するということになります。そして背面になりますが、こちらにセンサー類ですね、そして充電用の金属端子がついていますが、注目すべきところとしましては、このバンドの外し方、しっかりねクイックリリースと表記していまして、簡単にワンタッチで外すことができます。ではちょっと外してみたいと思います。こちらをプッシュしながらになります。はい、こんな感じでね、今スポッといい音で外れましたけども、ワンプッシュで外すことができるのはいいですね。構造としましてはね、こんな風になっています。金属でね、繋がっていますので、簡単に外れることはなさそうですね。接合部はこんな風になっています。このボタンを押しますと、中がね、ちょっと動いているのがわかるんじゃないでしょうか。戻すときは、ただ、差し込むだけでこのようにカチッとね、いい音が鳴って、交換が可能になっています。そしてこのストラップ、バンドに関してなんですけども、これはシリコンバンドになっています。柔らかさはある程度ね、弾力があるんですけど、とてもしなやかです。この肌触りっていうのも本当にちょっとサラサラとした高級感もね、若干あるなというような肌触りになってますね。安っぽさはあんま感じません。では装着の方してみたいと思います。はめ方としましては、ここに差し込んでいただいて、さらにループ、有角のところに対してこのように入れ込むということになります。とても簡単に装着ができました。これは本当にいいですね。有角が本当に動きづらくて差し込みにくいっていうモデルもあるんですけど、この Xiaomi スマートバンド8 Pro に関しましては、バンドの装着性っていうのは本当に満点に近いなと思います。ということで今装着してみましたけども、いかがでしょうか。本当にしっくりきますね。この肌触りもいいですし、バンドのしなやかさと合わせて肌触りっていうのはとてもいいなと思っています。腕周り15センチに対しましてちょうどいい感じがします。では重さの方もね測ってみたいと思いますが、
総重量になります。ジャスト 38g となりました。ちなみに本体のみの場合は 22g となっています。では電源をね、投入していきたいと思いますが、これボタン類が一切ありませんので、どうやって電源入れるのっていうことがあると思いますが、おなじみの方法になっています。先ほどご紹介しました、このマグネット式の充電ケーブルがありますけど、USB の方を今充電器に差し込んでいまして、ここにマグネットでね、吸着します。そうしますと、どうでしょうか。はい、電源が投入されました。ということでね、一回電源が入ってしまえばもう外して結構なんですが、こんな風にしてね、電源を投入する形になります。では動作感の方をね、ちょっとご紹介したいと思いますが、まずホーム画面に対しまして、左右のスワイプですね。こんな風にスクロールしていきます。指の動きに対して通従性っていうのはしっかりあります。上から下で通知の画面になっています。そして下から上でメニュー画面になっていますね。全部今英語になっているんですけども、この中国版に関しましては、実は英語と中国語のみのシステム言語の対応になっています。日本語には対応していませんのでご注意ください。ちょうどね、出てきましたので起動してみたいと思いますが、フラッシュライト。これ懐中電灯になります。画面の表示領域はこんな感じですね。ちなみに有機 EL パネルになっていまして、画面のサイズは 1.74 インチとかなり大きいんですよ。ベゼル幅も見ていただきますと、そんなに驚愕物っていうことではありませんが、サイズ感としてはすごくいいなと思います。そしてこの懐中電灯の機能としてもう一個ね、切り替えますとね、こういう点滅機能もありまして、なかなか面白いですね。そしてこの文字盤になりますけども、デザイン性がいいんですよ。この真ん中に心拍数のグラフが時間軸で表示されていまして、Apple Watch っぽいなと思いました。また日付と天気になりますが、このあたりちょっと中国語の表記になっている部分もあります。そして長押しをしますと、文字盤を変更することができまして、例えばこういったデザインのも入っています。これもね、なかなかデザイン性優れてるなと思いました。かっこいいですよね。ただね、この曜日の男を見ていただきますと、日曜日のところが星記述と出ていますね。中国語がわからないとわかりにくいなと思います。こんな文字盤もありますね。これすごいおしゃれですね。アナログ時計タイプになっています。またこんなね、文字盤もあります。そしてこういったね、シンプルな表示のものもありますね。この辺はバッテリーの持ちがすごく良さそうな気がします。加えて文字盤を長押しした時にボルトのマーク出ていますが、これ実はカスタマイズ機能がついていて、このようにスタンディングをまたステップっていう風にね、変更したりとか、また色合いもね、自動的に変えてくれまして、こんな風に変更することもできます。これ対応している文字盤であれば、いろいろ変えることができますね。ここの部分出てきますし、この文字盤に関してもそうですね。最初に表示したこの文字盤も、このボルトのマークを押しますと、心拍計のところの部分をスタンド、天気に変更したり、日の出と日の入りの部分に変更したりとか、スケジュールを表示するっていうこともできます。例えば、じゃあ天気の方ね、ちょっと表示してみたいと思いますけども、こんな風にね、表示することができます。文字盤が結構賑やかになりまして、個人的にはすごくいいなと思います。かっこいいですよね。文字盤の種類もね、めちゃくちゃ多いんですよね。しかもデザイン性が凝っていまして、いわゆる使える文字盤が多いんじゃないかなと思います。この辺のデザインっていうのはね、わかりやすくていいですし、そしてこの辺もね、センスいいですよね。では、気になる機能がついているかを見ていきたいと思います。まずスマートアラームが搭載されているかということですね。このホームに対しまして左の画面に実はアラームがありまして、簡単にこのコントロールパネルにアクセスすることができます。このね、朝7時毎日になっています。このスマートウェイクと書いてありますね。これいわゆるスマートアラーム機能になっていまして、今オンにしてあります。ということで、しっかりスマートアラーム機能を搭載していましたので、これは朗報じゃないかなと思います。この撮影をしています今朝も、6時50分にアラームが明動しまして、起こしてくれました。安心してね、使うことができると思います。加えて気になるところとしましては、自動調光機能がついているかっていうことになると思います。それもコントロールパネルからちょっとアクセスして確認してみたいと思います。このディスプレイのところを見ていただいて、このブライトネスですね、明るさの部分になりますが、もうオートと出ていましたね。ということで、自動調光機能も対応しています。これも嬉しいですね。やっぱり自動に越したことはないなと思います。ということで、オート今オンにしてありますが、もしね、オフにした場合どうかっていうことですね。今急に暗くなりましたね。こういう風に調整ができます。かなり暗いところまで持っていって、そして明るいところまで変更することができます。で、これを1個戻ってオートにしますと、今勝手に、明るくなりましたね。
こんな風に自動で調整してくれます。そしてね、やっぱりチェックしておきたいところになりますけど、バイブの強さがどうかっていうことですね。やはりこの部分を見ていきたいと思いますが、英語になりますけど、ここにね、バイブレーションとあります。今、ストロングにしてありますね。強にしてあって、もう一つはノーマル、標準になっています。では、実際に装着してどんな感じかも体感してみたいと思います。ストロング、ノーマル。明らかに違いっていうのは分かりますね。ストロングの方が当然強くなっています。ただ、他のスマートウォッチと比べても弱めかなという気はします。ですので、最低でもストロングにしておかないと、ちょっと気づかない場合もあるかもしれませんね。ということでね、ざっとちょっと触ってみましたけども、この後にしばらく使った上でのファーストインプレッションという流れでお伝えしたいと思います。ということで、ここからはファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず最初に気になりますのは動作感ではないでしょうか。先ほどもね、ちょっとご紹介しましたけど、この動きに関しましては本当に申し分ないですね。指の動きに対してしっかり追従してきてくれますので、サクサクと、そしてしなやかにスムーズにこのように動いてくれます。もっと上級クラスのものと比べても全く遜色のない動作感になっています。そして反応の速度も見てみたいと思いますね。今 AOD 常時表示モードになっているんですけども、この状態からホームに戻る場合ですね、腕上げ点灯になりますが、はい、すごく反応いいですね。もう一度やってみたいと思います。はい、すごく機敏に反応してくれます。全く遅いなっていう感じはしません。この辺もやっぱりね、作りの良さっていうのを感じます。そしてそのまま装着感の感想になりますけれども、Xiaomiスマートバンド7というね、無印のタイプよりも太めにはなっているんですけど、本当に装着感がいいですね。今のところね、今2、3日使った上で肌がですね、赤くなったり、かゆみが出たりということもありません。例えばワークアウトした後は、この辺はね、汗で濡れてしまうっていうことはあります。もし交換できるのであれば、ナイロンループ系にね、変更するとすごくいいんじゃないかなっていう気はします。そしてですね、バンドの装着性に関しましても、嗅覚がね、このように動きやすいですので、ループのね、この部分が通しやすくなっています。簡単に通すことができますので、装着性といった面でも非常に良好ですね。そして次にね、視認性に関してになります。やっぱりね、アモレットディスプレイということで発色が良くて、本当に綺麗ですね。今ね、屋内でこんな感じになっていて、AOD になっていますね。これカメラ越しでも肉眼で見ても大体同じぐらいになっていて程よい感じがします。外で見た時にどんな感じなのか撮影してありますのでご覧いただければと思います。私のねちょっとカメラですと画面がですね波打ってしまっているのが見えると思いますが、この辺はちょっとご了承ください。とはいえですね、画面がやっぱり自動調光機能と相まってめちゃめちゃ綺麗に見えました。全然暗さっていうのを感じませんでしたね。しかもこの時にサングラスをして見ているんですけども、はっきり見ることができました。そういった意味でディスプレイ周りっていうのは非常に優秀だなと思いました。作りの良さを感じます。では次にね、LINE の通知がどんな感じで来るのかをご紹介したいと思います。AOD を今オンにしてある状態で通知が来た場合の挙動をご覧いただければと思います。では LINE の音声通話の着信がどんな感じかご覧ください。今発信しました。はい、来ましたね。今スマホの方が鳴っていますけども、こんな感じでバイブが振動を続けてくれています。ただここで Bluetooth 通話に対応しているわけではありませんので、電話に出て相手と話しするというそういった機能はついていません。あくまでも着信通知のみになりますね。では出なかったということで切ってみたいと思います。ということでしっかりね LINE の不在着信通知も来ましたね。いいですね。で、この場合ですね、ホームに戻って通話に気づかなかった場合とか出れなかった場合、ホーム画面の上に通知がありますよっていうのが来ていまして、こうやって開きますとね、LINE の不在着信、音声通話と書いてありますけど、これすごくいいですね。開きますと、誰からっていうことはちょっとわかりませんが、LINE の音声通話の着信があったってことはわかりますので、あとはね、スマホから確認するってことになると思います。ここまでね、わかればいいんじゃないかなという気はしますね。では続けて LINE のメッセージも確認の方してみたいと思います。どんな感じで来るのかご覧ください。送信しました。来ましたね。スマホの方で音が一切鳴りませんでしたが、バイブが2回振動して、こんな風にして表示されています。いつもご視聴ありがとうございますと来ています。通知に関しては、日本語にね、対応していることがわかります。ただ一番最後の部分に、すの後の縦長の四角がありますが、これ実は絵文字を送ってみたんですけども、こんなニコニコマークのものを送ってみたんですが、表示はされませんでした。
では最後にね、携帯電話の着信があった時に、音声通話ですね、どんな感じで着信があるのかもご覧ください。発信しました。はい。スマホに今来たと同時にほぼ来ましたね。スマホにね、連絡帳登録されていましたら、日本語でちゃんと出ていますね。では、切ってみたいと思います。不在着信通知もね、しっかり来ますので、電話があったっていうことはね、確認することができます。この辺もすごくいいですね。では次にバッテリーの駆動時間が AOD を使った場合どれぐらい持ったか、丸1日使った場合になりますけども、初日の15時30分ですね、100% 充電になっていますが、24時間経過して残量が 77% となっていて、前日差は 23% でした。AOD を使った場合、1時間あたり 1% ぐらいのバッテリー消費になっていました。この間にですね、ヘルスケア関連はできるものはほぼほぼオンになっています。しかも、ワークアウトに関しましては、屋内サイクリングを30分間行っています。GPS などを一切使っていませんので、バッテリー消費は結構ね、控えめだったんじゃないかなと思いますけども、だいたい1時間あたり 1% というようなイメージでいいんじゃないかなと思いますね。ということで、このまま使っていった場合、AOD を使った場合のバッテリー消費はだいたい4日強という感じになると思います。AOD を使って4日ぐらい持てばすごくいいんじゃないかなと思いますね。ということで、AOD を使わなかった場合、結構期待できるような気がします。実際ね、どれぐらい持つのかに関しましては、今後の動画の方で出していきたいなと思っています。ということで、非常にバッテリー持ちは優秀じゃないかなと思います。そして次に気になる点としましては、これも恒例になりますね。歩数計の精度がどんな感じかということですね。これは他のスマートウォッチで計測した限り、誤差レベルはだいたい 0.5% 以内が多いという感じになっています。ではこの Xiaomi スマートバンド8 Pro はどうでしょうか。人力計測とありますけど、私が1歩、2歩、3歩とね、アナログでカウントしたものになります。そしてもう一つは、このウォッチの歩数センサーがカウントした数値になっています。1回目の計測になりますが、人力計測は1341歩となりました。歩数計の精度は1340歩と、なんと1歩の差だったんですね。すごいですね。1キロ歩いて1歩の差しかありませんでしたので、誤差レベルは 0.1% ということで、めちゃめちゃ優秀になっています。そして2回目になりますが、人力計測は1350歩。ウォッチは1348歩とカウントしてくれていました。差は2歩ということで、やはりこちらもね、誤差レベルは 0.1% となっています。ということで、めちゃめちゃ優秀だっていうことがわかりますね。他のモデルは 0.5% とかね、直近で計測したモデルは 0.7% っていうのもありましたので、これね、稀に見る優秀さじゃないかなと思います。ということで、非常に素晴らしい結果になっています。まだ短い期間にはなりますが、この間に気になった点についてもご紹介したいと思います。それはですね、やっぱりですね、よく私が使います、このタイマーになりますね。1分でちょっとやってみたいと思います。ここまでね、タイマーにアクセスしやすくていいなと思うんですが、ここからなんですね。今タイマー1分なので、このままね、画面を消すってことは多分ないと思いますが、例えば30分ほど使った場合、画面を消灯するとかね、その間に他の機能を使うってこともあると思いますので、画面を1回消したいなと思います。じゃあどうやって消すかって言ったら、スワイプしても消えません。はい。上から下もこういうスワイプしても一切消えません。ということで画面ずーっと点灯しっぱなし、もしくは画面をこのように消灯させることはできるんですが、他の機能に一切アクセスできなくなってしまいまして、いわゆるバックグラウンド上に実行を持っていくことができませんので、はい。今ね、タイマーを来ましたけども、バックグラウンドに持っていくことができないっていうのがすごくね、やっぱり不便だなと思いますね。サイドボタンなどついていると、よくね、バックグラウンドに移行して他の機能を触ることができますけど、この Xiaomi スマートバンド8 Pro に関しましては、いわゆるマルチタスク化することができないのはちょっとね、痛かったですね。ということでですね、今回 Xiaomi スマートバンド8 Pro の中国版にはなりますけども、ファーストインプレッションということでお届けしましたが、いかがだったでしょうか。総合的に言って本当に満足度の高いスマートウォッチだなと思いました。スマートアラーム機能ついています。また自動調光機能ついています。画面も非常に綺麗ですし、おしゃれなね、このデザイン、フラットディスプレイっていうのも個人的にはすごく気に入っています。装着感も抜群。そういった意味でね、総合的に言ってすごく買いのモデルじゃないかなと思いました。使い込んでいくうちにね、もっともっといろんな機能があって、ここすごいなっていうのもあるかもしれませんがね、今後も検証していきたいなと思っています。日本向けで今後出てきたとしたら、これはね、正直買いじゃないかなと思いますね。ということでね、この動画良かったなってことであれば高評価。そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。
さよなら。